時間がもしこういう速さで進んだら、あなたは自分の時間を無駄に使っていると思いますか？こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正恵です。今日は最速の時間で行動する5つのポイントというお話です。超越瞑想のソフトカバー版の本の中では207ページ、電子書籍版などでは第3部第5章行動の技術のカッコさんの最短の時間で行動する技術のところです。最短の時間で行動する技術と聞くと、あなたはどのように思われますか？今回の動画のタイトルは最速の時間で行動する5つのポイントと言うんですけれども、時間の節約の方法とか効率よく何かを行うコツというよりかは、どのようなスキルが必要かというお話になります。どちらかというと、どうして超越瞑想を行うと時間の無駄が省けるのかというようなお話でもあります。それでは始めていきましょう。時間という概念がありますが、まず一つに時計で測定できる正確なものと、人によって感覚的に感じるものという種類があります。地球上では場所によって時間の進み方が違うとか、宇宙と地上では時間の進み方が少し違うという人もいるだろうと思いますが、今日はあなたの持っている時間についてのお話です。あなたは時間の無駄と聞くとどのように思いますか？この言葉は人によって受け取るイメージもだいぶ違いますね。多分最短の時間で行動とか時間の無駄を省くというのは、忙しいビジネスマンの方、受験生、スポーツ選手など普段から活動量が多い方が気にしていることではないかと思います。自宅でのんびりしている人は、やることがないからすぐ終わるものでもゆっくり行うという場合もありますね。私もそういう時があります。そういう方は今日の話はそういうこともあるんだなぐらいで聞いてみていただければと思います。最速の時間で行動するっていうのは、やるべきことを最速の時間で終わらせるという意味もあります。それでは最初の1番目のポイントです。それは行動への確信です。やるべきことを早く終わらせるには、自分がこれから行う行動について事前に把握しておく必要があります。当たり前と言われるかもしれませんが、これから自分が何をやるかがわからなければスムーズにはいきませんよね。例えば料理をする時にも、どんな材料を買ってきてどんな手順で料理をするかがわからなければ、いろいろと手間取ってしまいます。今までにやったことがあるものだと早く終わるっていう経験はあなたにもありますよね。つまり仕事を早く行うために必要なこととしては、仕事に対しての全体的な理解です。単なる理解っていうよりも、それが確信に変わるぐらいしっかりとした計画が立っていれば、それは最短の時間で行われます。それなので、まず大切なことは行動への確信です。これは経験を積むことで自然にできます。人によっては直感的にうまくできることもありますが、何にしても確信しているというレベルの行動であれば、最短の時間で到達することができます。ビジネスでも何でもそうなんですけれども、とりあえずやってみよう、後のことは後で考えようということが必要な場面もあると思います。これはしかし、最初の一歩がなかなか踏み出せない人に対しての言葉であることが多いと思います。あるいはある程度計画を立てた最終段階で、いろいろと考えた、まだ検討してないこともあるかもしれないけど、もうそろそろ実行してみようかなと言って行動に移す時にはいいと思います。何が起こるかわからないからやらないと言っていると前には進めませんよね。そういう最終段階での決断とは違って、最初から何も考えずに無計画のまま、なんとなくやってみたいからということで行動してしまうと、後で何度もやり直しをしたり、費用が余計にかかったりしてしまいます。
もしあなたが最短の時間で行動するとか、時間の無駄を省きたいと思うのであれば、まずは行動の前に確信が出るまで検討することが大切です。これらは行動に関することですが、それを行うときに重要なポイントが一つあります。それは2つ目のポイントになりますが、決断力のある思考です。あなたが慣れている仕事、出来上がりについて確信している仕事でも、やり遂げるまでの間にはいくつかの決断が必要です。料理ですと、火加減とか食材を入れるタイミングとか、いろいろなものがその時々で違ったり、材料が足りないとか予定外のことが起こるかもしれません。その時には素早く決断して次に進んでいくことでスピードが維持されます。つまり決断力を伴った考え方っていうのが必要だということです。何かを決める時ですね、決断が遅いとそれだけで前に進むことができません。慎重に決めるっていうことは大事で、その時間は必要なんですけれども、何度も同じことを検討したり、結論を意味もなく先送りしたり、判断することを避けたりしていると、当然ですが時間がかかってしまいます。それなので最速の時間で行動していくには、決断力を伴った考えということがとても重要になってきます。組織の上の立場に行けば行くほど、いつも何かしらの決断をしていかなければなりません。組織のトップの判断が遅いというだけで、その組織全体のスピードが落ちてしまいます。個人でも組織でも、もし最速の時間で達成したいのであれば、決断を早くするということは重要な要素の一つと言えますよね。さて次は3つ目のポイントです。それは安定した心です。現代の生活は日増しにテンポが速くなっています。いろんなことがスピーディーですよね。そういう生活を続けていく上でも必要なこととしてあるのが安定した心です。これは心の仕組みの動画でもお話をしたんですけれども、自分自身の深い内側の部分を開発するということもとても重要です。周囲のスピードに振り回されてしまうと、一番のところでお話をしたように確信のある行動をしていても、2番で話をした決断力のある思考を持っていても、それがうまく活用されません。まずは自分の内側にしっかりとした安定した心を持つことにより、その行動がスピーディーになります。スポーツで言えば体幹を鍛えたり、体を安定させながら動く感じでしょうか。車の運転でもシートに体を固定させて運転しないと、体がこうフラフラ左右とか上下に動いてしまって、操作がしにくいんですよね。これもまた以前の動画で話しているんですけれども、行動するときには心が先です。心を安定させることで行動がそれに反映されます。これは超越瞑想を実践していくことで実現できるものの一つです。さて4つ目のポイントは発達した理知です。簡単に言えばこれは脳の活性化ですね。最速で行うためには判断力っていうものが必要なんですけれども、それには知性的な脳の働きっていうものも必要となります。周囲の状況を把握したり、未来を予想したり、必要なものと不要なものについて考えたりと、知的に考える部分も大事です。それにより判断も適切なものとなりますし、より良い結果をもたらします。そして最後5つ目のポイントは精力的に活気にあふれた性格ですね。この場合の性格っていうのは行動に対する姿勢と思っていいと思います。つまり最終的には行動力ですね。最速の時間で行動するというのは文字通り行動ですので、素早くそして持続的に行動する必要があります。疲れた感じでゆっくり行動するよりかは、精力的に活力にあふれた行動の方が早く達成できそうですよね。言われてみればそうだなって思うかもしれないんですけれども、仕事でも何でも早く達成したいという人は
やはり普段から健康を維持して活力にあふれた人生を送るといいですよね。この世界で偉大な事業を成し遂げた人たちはみんな時間を大切にした人たちでした。もしあなたが大きな進化を達成して成功したいって思うのであれば、今日の5つのポイントを活性化していくことが大切です。そしてここからはおまけの話なんですけれども、超越瞑想を行って純粋意識が定着していくと、時間もまた私たちに最大の奉仕をするようになります。これはどういうことかっていうと、あなたの行動が自然、つまり周りの環境と調和してくるということです。ボールを落としたとしますね。ボールっていうのは寄り道せずに最短のルートで落下します。そのためボールは投げた時に放物線を数式で正確に表すことができます。純粋性が高まるというのは自然の法則、無駄のない法則に沿った行動になるということです。なぜなら無限で永遠の絶対存在は過去、現在、未来、それを貫く全ての時間の源であり基盤であるからです。その時に個人の生命っていうのは内側と外側のどんな形態の抵抗も受けなくなると言われています。大きな自信、心の明晰さと力っていうものが個人で現れ、あらゆる調和と好意的な影響が環境へと現れます。そしてどんな行動も最短の時間で達成できるような雰囲気が自然に作り出されます。今日のお話はここまでです。いかがだったでしょうか。5つのポイントを紹介しましたが、超越瞑想を実践することでこれらは自然に達成されていきます。もっと詳しく知りたいという方、日常生活であなたに超越瞑想がどのように役立つのかということに興味がある方は、ぜひあなたのお近くの瞑想センターの超越瞑想の説明会にご参加いただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。